だすこんばんは、ポーターとしかもデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、グラパ精度上がるとどう変わるのかやっていきたいなと思います。これ実はですね、過去にもね23の時ですねやった検証でもあるんですけども、この時はねフレマでやってたんですよ。まあしょうがなかったんですけどね。なので今回はトレーニングモードでねやっていきたいなと。そうすることですね、より良い検証できるんじゃねってちょっと思ったのでやっていきたいなと思います。で、以前ではですね、一応パススピード、あと軌道がねちょっと違いが出てきたよみたいなね結果にはなっていたんですけど、今回ですねより細かく、そしてどこまで上げればいいんだみたいな、そんな話できればなと思ってます。まあ動画ちょっと何本かに分けることになりそうなんですけど、ちょっとすいません、どうだろうな、なんて言うんだろう、時間もなんですけど、皆さんの意見も聞きながらね進めたいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、検証方法ですね。検証方法はトレーニングモードを使っていきたいなと思います。キックオフのこのボールをですね、ゴールキーパー、守備的ゴールキーパーのカーンにグラパをしていきます。で、パス精度ですね、5ずつ変えて検証して、変化があればですね、そこをちょっとよりね、深掘りしていくような形でやっていけばですね、結構細かく見えてくんじゃねみたいなね、そこやっていきたいなと思います。で、以前はですね、これ実は動きの中で検証してたんですよね。それに比べるとですね、かなり今回同じシチュエーションでできるくないですか？これね、なんかこの検証思いついた時点でちょっとテンション上がってんだよねこれ見てる人もいないかな、そんな人。ちょっといたらね、かなり芋に侵食されてるんで気をつけてくださいね使っていく選手はこちらです。ナタン・モンコイ選手というね20歳の選手ですね。この人レベル上限高くて、グラパが60から90までいくんですね。これ見てったら、これよりいろいろ見えてきそうじゃないですか。ということでですね、この選手を使ってですね細かくやっていきたいなと思います。はい、まずはですね、初期値60、まあ監督補正入って61の状態で見ていきます。はい、見てきました。まあうまくはないよねまあでもそれで終わったらちょっともったいないかなと思って、まあ何が下手なのかをちょっとねちゃんと明確にしておくことが必要なのかなと思います。ちょっと私なりに考えたのが、まあ左右にブレるよねっていうところ、パスが遅いよねということ、そしてめっちゃ浮き玉になるよねみたいな、この3つがね特に大きいのかなと思いますので、皆さんもここにちょっと注目しながら今後ね、見ていただければなと思います。続きいきましょう。次5上げて66ですね。まあ5上がったらだいぶ違う感じはしますけどね、見た目はね。はい、見ていただきました。どうすか、あんま変わってない気はしますよね。なんかたまにそれなりのパスは1本2本とかあったかな。でも本当にそれぐらい。やっぱり浮き玉の弾道高くないっすか。これセンターバックの真ん中今ベルゴミなんですけど、ベルゴミの頭上を越えるようなパスみたいな感じになってますよね。72ですね。ここで70超えてきてどうなるか。はい、見ていただきました。明らかに浮き玉低くなりましたよね。ここでだいぶ差出てきたんじゃない？まあ若干まだ左右ブレる部分はあるけど、この先ほど言った3つ、3大パス下手要素3大パス下手要素がですね克服しつつありますよね。はいはいはい、なんかここで見えてきましたね。変化が出てきましたね。じゃあ続きいきましょう。ここからはですね77まで上がってきました。はい、見ていただきました。より鋭くなったかなっていう感じですかね。まだすごく違いが出るっていう感じじゃないですけどね。ちょっと続きいきましょうか。次82ですね。ここでついに80に乗ります。はい、見ていただきました。まあパススピード上がってきたかな、そんな感じがしますかね。まあただ精度自体は正直そんな変わってない
かな。なんかあんまりもうこの時点であんまりどちらにしろ左右にはブレてないかなって感じしますよね。次行きましょう。87ですね。お、はい、見ていただきました。これ皆さん変化感じませんか？これ分かるかな。これボールホップしてんの分かります？このバウンドの時にちょっと伸びてる感じ分かるかな。これボールがこうやって伸びてる感じ、これ要はですね、バックスピンがより垂直、地面に垂直にかかってるってことですよね。だからこうやって伸びてるというところが言えますよね。ここでちょっと変化出てきましたね。さあここからは90、最後ですね。90に乗せてきました。はい、見ていただきました。いや、ホップしやすくなってるさっきね結構たまにだったんですけど、割とホップしてましたね。しかもなんか2バウンドとかもあったかな。これとかそうだよね、これ2バウンドしてる2バウンドホップしてますね。でこれ大事なのが、バウンド伸びてるんですけど、受け手側はトラップしやすくなってるんですよね。受け手のところに届く頃にはですね、もうちょっとトラップしやすい感じになってるっていうところですかね。はい、ということでいろいろ見てきましたけども、やっぱりですね、72の時の浮き玉の違い、ここにねちょっと今回はフォーカスしていきたいなと思います。こっからですね、だいぶね、この後だいぶ良くなっていった気がしたので、ここの中に明確な境目があるのかっていうのをですね、次はですね67から一気にざーっと見ていきましょう。はい、67ですね。ここでねどう違いが出るのかって感じですけども、高いね。はい、69ですね。68がないので、ね、67にしちゃうと2上がっちゃうのでね、69になってます。高いね。はい、70、ここで色変わってきました。はいはいはい、見ていただきました。やっぱりあれですね、70あたりで低くなってるということは言えますよね。70でもやっぱ浮き玉になりそう、浮きそうなところっていうかね、ちょっと上がっちゃいそうなところありましたけど、どっちかというと確率が低くなってるっていう感じなんでしょうね。でも70で確実に明確に境目があるのかなと思いましたので、結論、グラパ気になるなら最低70まで上げましょうとします。はい、というところで見てきました。最低はね70ラインかなっていうところですね。ただ皆さん忘れてはいけないのが、スタミナで想像以上に能力下がるということは、気にしておいてください。なのでどうでしょうね、スタミナを加味するとですね、パサー起点となるようなパサーはですね85以上ぐらいにはしときたいかなとは思いましたね。でないと最初の方に検証したすごい浮いちゃうパスみたいな、ああいう変なパスになっちゃうかなっていう感じしましたね。てか今回の検証結構見えてきたくないっすかかなり充実してた気がするんですけど、今後にかなりつながりそうなね感じはしましたね。はい。っていうかでもね、パスっていろいろ他にもいろいろ疑惑あるじゃないですか。なんかグラパだけどフラパ関係してるみたいなね、あとかキック力は関係してんのかみたいなところあるじゃないですか。これはですねまたやっていきたいなと思いますので、皆さんの疑問とかね、見た感想とかあればコメントでいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年度内2万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね、高評価チャンネル登録していただけるとすごく本当に励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今日はグラパーやってきましたね。これもねいろいろ謎大きいステータスですね
また今後ねちょっと深めていきたいなと思いますので、タレントポイント等の参考にしてみてください。ということで今日の動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。